はい、こんにちは、マリです。今日は五竜岳に登りに来てるんですけど、辺りはね、ホワイトアウトで現段階ではね、真っ白状態です。で今回の登山は五竜岳から唐松岳までね、縦走しようと思ってるんですけど、ちょっと天候がね、昨日までめっちゃ暖かかったのに、急に昨日の夜雪降って、で今日から気温がね急激に下がる予定なので、もしかしたら稜線上がねちょっとガチガチに凍ってて危ないかもしれないので、もしかしたら撤退もっていうのをね視野に入れて今回は登っていかなきゃいけないんですけど、で午後からは一応晴れる予定なので、天気予報上ではなので楽しみにね登っていきたいと思います。今回の縦走最初に目指す五竜岳は富山県と長野県にまたがる山で、標高は2814メートルで、北アルプス北部の後ろ立山連峰を構成する一座です。後ろ立山連峰では屈指の巨体を誇り、山麓からの唯一の登山コースである東明根は長く体力勝負を強いられますが、通過困難箇所は少なく、尾根から眺める五竜岳東面の岩稜帯や鹿島槍は感動的な絶景です。今回の計画は東明根を通り五竜山荘で一泊し、翌日は五竜山頂へ、そこから唐松岳方面まで縦走し八方根を通り下山する予定です。五竜岳は夏には簡単なコースではありますが、冬になると難易度は一変して日帰りが困難な1泊2日の登山となります。山荘から五竜岳の難易度は50度以上ある斜面をトロバースしたり、斜面が急な箇所を上り下りする場面が出てくるので、雪山の登攀技術が必要となるため、一気に高難度のルートとなります。五竜岳を登った後の縦走も気が抜けない危険箇所がたくさん出てきます。雪崩危険度レベル2だそうですね、山頂の方は。まあでもそんなに多分雪降ったって言っても積雪そんなにないんじゃないかなっていう予想。やっぱリフトで登れる山だからか、すっごい人多いですね。これ下ももしかしたら数日前までは雪ぐずぐずだったのが、昨日今日で固まったって感じですね。めちゃめちゃ暑い。なんか雪降ってるからそんなにあったかいわけではないんですけど、もう登ってるとね、もう汗だくになるくらいでは気温があったかい。今日はね、荷物がちょっといつもより軽めで16キロぐらい。ちょっと頑張ってね、減らせるところを減らして、今回はコンパクトにしてきました。ちょっと鎖場とかもあって危ない岩場をね通るんで、荷物をなるべく小さくしたくて。太陽がうわやば。
暑い、暑すぎる。はあ、はあ、すごい景色。今日はね、あそこの五竜まで登って、明日はずっと稜線沿いで、ちょっと心配なのがあの辺の岩場ですね。で、唐松岳まで行けるといいな。またガスが出てきちゃいましたね。ああ、ちょっとここ踏み抜きまくってやばい。うわ、トレースあるけどトレースがね、多分もう今気温が高くて雪緩くなって乗っかってもズルっていっちゃうっていう。はあ、もう補給をしながら、ちょっとこの辺緩やかなんでこのまま歩いていきたいと思います。遠見尾根の半分あたりを過ぎると、さっきまでたくさんいた人は引き返すか、この辺でテント泊の人が多いようです。私は明日の重走のことも考えて3走まで進んでいきます。結
構ずーっと高低差がねあんまりない尾根を多分西東海キャンプのとこまで多分だいぶ緩やかなんじゃないかなという、結構ぐずぐずというか溶けてきてる。足がはまる。まだ3月末なのにね、あったかすぎん。でも一応山頂付近はマイナス5度くらいの予報なんで、上に行ったら寒いのかなとは思うんですけど、ライチョウは高山帯に生息する鳥で、氷河時代からの貴重な生き残りです。捕食者から逃れるため環境に溶け込むよう季節によって羽毛の色が変化します。汗も止まらないのでちょっと涼むつもりが、無風のため全然汗が引きません。はい、ここからは結構な急登をね、山荘のところまでずっと登っていきます。てかもうガスってるから前が見えなくて、あとどれくらいあるのか全然わかりませんが、時間的に言うと1時間、通常タイムで1時間のコースなんで1時間半ぐらいかなって感じですね。前の人がラッセルしてくれてるから、私はねちょっと申し訳ないことに楽できてるんですけど、うわ、見えた。やば。これ登ってずっと尾根沿いに向こうまで行って山荘です。うわ、すごい急に晴れた。残り登りきっちゃいましょう。もしかしたらね、もうここでもテント張ってもいいかなって思ったんですけど、もしかしたら山荘側に行ったら
日の入りが、夕日がまあこんだけ向こう側が吸ってたら見れないかもしれないんですけど、ちょっとわずかな可能性にかけて向こう側まで行こうかなという。あれは穴にはまってるのかラッセルしてるのかどっちなんやろう。前にいた方はクレバスに足がはまって抜けなくなり、スコップで掘り出していたそうです。尾根沿いに大きな割れ目ができていて、進もうとした私も漏れなく穴にはまりました。ここまで来ているのは私を含め3人。穴にはまって進めないのでどうしようかという状況でしたが、少し尾根を巻きながらなんとか進むことができました。前日の積雪で膝まで雪が積もっているので、みんなで交代で上までラッセルすることに。なんとか無事に山荘まで着きました。すごい雲海が。ちょっと待って、明日唐松岳向こうまで行く予定なんですけど、道が埋まってる。はい、あれはどこにテント張ろう問題ね。埋まってるね、結構。山荘の周りは吹きだまりになっていて、かなり雪が積もっていましたが、テント場は風が抜けるのでそんなに雪がなかったので、ここでテントを張ることにします。お疲れ様です。厳冬期のね、宇津木岳より寒いと思う今。マイナス5度くらいかな、外は。多分体感そんな感じの気がする。で、明日は朝6時くらいに出発して、五竜のね山頂まで行って戻ってきて、そのまま唐松岳の方に縦走したいと思います。お湯をね沸かして麻婆豆腐を温めます。寒い。じゃあ今日もねこれを完璧ですわ。では、いただきます。今日は最後の山荘前の急登がかなり危なくて、尾根を横切るように大きく雪の裂け目ができていました。その上に昨日の雪が積もってどこまでクレバスができているかわからない状況で、他の方はここで撤退しようかという感じでしたが、尾根を巻いて進むことでなんとか山荘まで到着できて一安心でした。
遠見尾根も日中の気温が高すぎて雪が緩んでなかなか進めず、長い尾根にかなり時間がかかって到着したのは夕方5時頃でした。明日は朝から五竜山頂を目指し、そのまま唐松山荘まで行き、明日もテント泊の予定です。はい、おはようございます。もうすっかり明るくなりまして、今6時半ぐらいかな、時間が。で、あと20分ぐらいで日が昇り出すので、6時10分か20分には出発したいかなと思います。寒い。もうちょっと化粧してるだけで手が凍りそうなぐらい寒い、テントの中が。だいぶね、外は寒いんじゃないかなっていう。はい、準備して出たいと思います。2日前までだいぶあったかくて、あそこら辺のね雪がほとんど溶けてたみたいなんですけど、多分20センチぐらいね積雪があったんで、厳冬期みたい。あー最高。それでは出発します。もう多分何人か登ってる人いますね。一昨日降った雪で夏道は埋まっているので、尾根沿いで進んでいきます。上に行くにつれて傾斜が急になり、危険度は増していきます。今日も雲海。なんか結構みんな道バラバラで進んでますね。荷物は全部置いて山頂までアタックします。夏のコースタイムで往復2時間ほどですが、雪の状態や通る道によって時間がどれくらいかかるか分かりません。身軽な方が動きやすいので、必要装備のみで登っていきます。降ったばかりのふかふかの雪がザレザレの土の上に乗っかっているだけの状態なので、アイゼンが効きづらいです。ちょっと上から降りてくる人がいるんで、ここで待機します。上から降りてきた人たちは雪の状態も悪く、トラバースルートが使えず危険すぎて撤退してきたそうです。一旦行けそうかどうか自分の目で確かめたいので、私はこのまま進むことにします。いや、まあ行けそう。
今からねちょっと危ないところを登っていきます。で奥がねちょっとナイフリッジになってて危険な箇所があるので、前のねさっき降りてきた方たちはちょっと危なすぎて撤退したそうなんですけど、上ガイドさんついてるパーティーがね登ってるんで、それついてったら登れるんじゃないかなと思うので、ちょっと最後までね行ってみたいと思います。少し先はゴジラの背のように細くてギザギザしたナイフリッジになっているのが見えます。普通に見たら登りたくないと思うのも無理はないくらいには危なそうです。横から巻くのもこの雪の状態ではもっと危なそうなので撤退したのもうなずけますが、ガイドさん付きのパーティーが普通に登っていたので慎重に登ればいけそうなので、なんとか山頂まで登ってみます。うわー、ゴジラの背の雪付きバージョンって感じ。よいしょ。この細い尾根の両側は切れ落ちていて、どっちに落ちても助からなさそうなほどの傾斜です。これぴっきり一本の方が良かったかも。邪魔やな。ジャンダルムの馬の背並みに緊張した。もう雪があれやな、降ったばっかで本当に怖いなこれ。これどうしたらいいの。なんだよこれ、降りるのめっちゃ怖いんじゃないか説。よいしょ。
あー、これ正規ルートあれないんや。丸って見えるね。よいしょ。後ろ何人が来てたのにみんな撤退してますね、多分。鎖が見える。今からこのまままっすぐ海伝いで右にね行きます。よっ。あ、山頂見えた。うーわ、やば。あー、涼しい。うーわ、やば。最高じゃないこの景色。はい。はい、五竜岳山頂に到着しました。あ、眩しい。目が開かない。いやー、やばいやばい景色。すごい。こっちはねガスってて何も見えないんですが、この何方面、反対、五竜唐松の反対方向のね尾根が綺麗に見えます。はあ、結構やばかった。ナイフリッジっていうか、もうほんとあれみたい、なんだっけ、ゴジラのせい。あれはなかなか多分雪がね今日かなりついてて、巻き道が使えないからなのかなって感じですけど、いやー、五竜岳ね登る人が少ない理由が分かった。これは雪山慣れてる人じゃないと山頂まで来れない感じのルートでしたね。多分もうちょっとね雪が少なかったら行きやすいと思うんですけど、いやー、でも2日前に雪が降ってくれたおかげで本当に雪山って感じの雪山に登れてよかったです。じゃあちょっと休憩してからね降りたいと思います。唐松方面は何にも見えないですね。はい、それでは下山します。下山というか、とりあえず山荘まで戻ります。予定より1時間押しですね。出るのが遅かったんで、ということで、すごい
すごい帰りたくない。ここで転泊したい。うわうわ、とりあえず私は山荘までなんとか帰らねば。うわ、すごい雲が。天国ですかここはっていう。ちょっとドキドキしてきた。最近下りが一回滑ったことあって、滑落まではしてないけど若干トラウマで、下りがね怖いっていう。めっちゃくっつくな雪。よいしょ。うわうわ、思いっきりバッって書いてあるけど、この下の道がね雪がつきすぎちゃって使えないんですよね。下りが一番怖いっていうね。下見えるし、そう、下が見えるから余計怖いっていうね。よいしょ。よいしょ。ライチョウの鳴き声する。待って、足場がない。よいしょ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 。
越えてからももうちょっとね危ないところがあったような。着いた。7時にテント場を出発して、遅くとも3時間で降りてこられるかと思っていたけど、思っていた以上に危険度が高く、かなり慎重に下山してきたので、五竜岳をピストンするだけで4時間もかかってしまいました。よっしゃー行くぜ。今からもう11時過ぎちゃったんで、着くの5時ぐらいになるんじゃないかなっていう。それでは今から唐松岳へ縦走していきます。はい。